こんにちは、オズ D です。今回はバグなしで骨粉を入手できる全自動骨粉製造機の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックや階段などは燃えるものも使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。拡張される場合には正面部分に昆布が漏れるのを防ぐためにガラスなどをご用意いただいた方が良いです。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦10マス×横20マスの範囲で作成します。今回は3段での作成方法の範囲になるので、拡張する場合は異なるので注意ください。まず最初にラージチェストを設置しましょう。チェストの背面側に接続するようにして、しゃがみながらホッパーを2つ設置します。今設置したホッパーの上に、しゃがみながらコンポスターを2つ設置します。コンポスターの上部分に、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの横部分にしゃがみながら、ブロックを設置して合計8個設置します。反対側にも同じようにしてホッパーの横から、ブロックを8個設置していきます。今設置したブロックの端部分に、仮ブロックを1つ設置しましょう。仮ブロック部分から下のブロック部分を、囲うようにしてブロックを設置していきます。仮ブロックは壊しておきましょう。今囲ったブロックの端部分に、それぞれ水を流しておきましょう。こんな感じでホッパーの手前で、水が止まっていれば OK です。背面側の1マス内側部分から反対側の、1マス内側部分までブロックを4マス分設置します。今設置したブロックの背面側に、追加で1段ブロックを設置していきます。正面のこのブロックの上から、今設置したブロックの横までブロックを設置します。反対側にも同じようにブロックを設置します。正面側のブロックの上にももう一段ブロックを設置します。今設置したブロックの水流側に、それぞれボタンを設置しておきます。Java 版で作成されている場合は、ボタンではなく看板にしておきましょう。背面部分の1マス内側部分から、ピストンをこの向きで設置していきます。ピストンの両端の上部分に、この向きでオブザーバーを設置します。ピストンの背面部分すべてに、ブロックを1列設置していきます。今設置したブロックの上に、レッドストーンダストを設置していきます。オブザーバーの間部分に、ブロックを1列設置していきます。装置側面に高さ2段でブロックを設置します。反対側にも同じようにして、高さ2段でブロックを設置していきます。背面のレッドストーンダストの上に、ブロックを1列設置していきます。今設置したブロックの上に、正面側を向くようにピストンを設置します。1階層目と同様にピストンの両端の、上部分にこの向きでオブザーバーを設置します。ピストンの背面部分に、ブロックを1列設置しておきます。今設置したブロックの上に、レッドストーンダストを設置しておきます。オブザーバーの間部分に、ブロックを1列設置していきます。装置の側面部分に先ほどと同じように、ブロックで高さ3段の壁を作ります。反対側も同じようにして、高さ3段でブロックで壁を作っていきます。レッドストーンダストの上部分に、ブロックを1列設置していきます。今設置したブロックの上に、こちら向きでピストンを設置していきます。ピストンの両端の上部分にそれぞれ、この向きでオブザーバーを設置します。ピストンの背面部分に、1列ブロックを設置していきます。今設置したブロックの上に、レッドストーンダストを設置しておきます。オブザーバーの間部分に、ブロックを1列設置していきます。下の階層と同じように装置の側面に、高さ3段でブロックの壁を作っていきます。
反対側にも同じようにして、高さ3段でブロックの壁を設置しましょう。今回は3段で作成するので最上段の背面のブロックの上に1列ブロックを設置します。装置の側面部分にも同じように、ブロックを1段設置しておきます。背面側の上のブロック部分に、逆さまで階段を設置していきます。今設置した階段部分を狙って、それぞれに水を流していきましょう。階段の手前部分にも、1列ブロックを設置しておきましょう。一番上のブロックの上には敵が湧かないように、ハーフブロックで湧き潰しをしておきます。全部の階層のピストンの下部分に、それぞれ昆布を植えていきましょう。正面側のこのブロックの上にも、湧き潰しでハーフブロックを設置します。装置下の空間には敵が湧いてしまうので、ここには湧き潰しで松明を設置します。これで装置自体は完成となりますので、あとは放置しているだけになります。今動画ではチェック速度を上げているので、昆布の成長は早くなっているので注意。両端のオブザーバーの前に昆布が伸びたら、オブザーバーが反応して昆布が収穫されます。刈り取られた昆布は水流でコンポスターに入り、骨粉にされてチェストに格納されます。コンポスターの部分を燻製機やかまどに変えて、背面にホッパーを設置しておいて、ホッパーの上に樽を設置して燃料を入れておくと、乾燥昆布製造機としても使うことができます。また拡張する際には2階層目などと同じように、天井を作らず設置していくことで拡張できます。ただ高さを拡張させる際には正面のブロック部分を何段か積み上げておかないと、前に昆布が飛び出してくるので、必ず前にも壁を作っておきましょう。いかがでしたでしょうか？今回は完全放置で無限に骨粉を作ることができる、全自動骨粉製造機の作り方のご紹介でした。バグ技などを使用していないので壊れることもなく、安全に放置しておくことができる装置になります。大きな装置ではありますが作りやすいので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。